今回のテーマはこちらです。大阪の夏の陣を作る前に大阪城を改めて作り直してみました。それでは行ってみましょう。現在の大阪城近辺からの当時の大阪城近辺です。南の方から大阪城を目指します。まずは谷町9丁目です。ここは大阪冬の陣で総構えがあった付近です。塀は取り壊され、堀も埋められ、画面右手にあった真田丸も解体されています。ここからさらに北へと進みます。続いては大手門です。大阪城の正面玄関です。さて、その大手門を抜けて二の丸も抜けて堀に沿って直進すると、今度は本丸の正面口となる桜門に到着します。ここからは本丸をぐるりと一周していきます。なお城郭については正確性に欠けるところがあるかもしれません。なので雰囲気こんな感じだったのねぐらいで捉えていただけると。続いて大阪城の天守閣から当時の大阪を一望してみます。こんな感じで天守閣を中心に一周してみました。大阪城近辺の紹介はこんなところなのですが、そうなるとやはり大阪城の西側がどうなっていたのかも気になるところですよね。なので個人的に気になったところを紹介していこうと思います。再び南からアプローチしていきます。まずは道頓堀。ここは安井道頓という商人が作った堀なので、その人にちなんだ名前になっています。続いてはこちら四つ橋です。見た目そのまま橋が4つあるから四つ橋です。続いて北御堂と南御堂。御堂筋という名称はここから来ています。梅田近辺です。当時は何もないただの原っぱだったようです。次は東に目を向け天満橋筋商店街。ここは当時も長い商店街だった模様。また造幣局となっているところは織田裏臭いの屋敷があったり、大塩の乱で大塩平八郎たちが集結した場所だったりと、
いろいろな歴史的な痕跡が残っているところです。続いてこちら、大阪冬の陣で大砲をバンバン撃っていた場所。そして大阪冬の陣における重要拠点であった真田丸。真田昌幸と真田信繁が作り上げた夢舞台も歌方のごとく土くれに帰してしまいました。こんな感じで大阪夏の陣の頃の大阪城を作り直してみましたが、いかがでしたでしょうか。なお次回こそは大阪夏の陣をご紹介したいと思います。期待せずにお待ちください。